これは素潜りでマグロを追い求めた一人の男の物語。いやーもう本当に悔しすぎる。今回取れるシチュエーションが3回あって全部逃してしまったんだよね。もちろん俺が下手くそすぎたっていうのもあるんですけど、銃の整備も全くできてなくて、ふにゃふにゃでね、全然飛んでいかない状態になってるんで、一旦整備します。ピンピンにします。スパーンっていくよね。次見たら絶対にスマグと。ちょっとね、完璧に整備して挑もう。マジで悔しい。絶対取ろう。とりあえずね、全部付属品取っていこうかな。全部変えます。これで取れなかったらもう確実に俺の腕なんで、もう言い訳はできないです。悔しいなぁ。もう全部ダメ。これもダメ。もうこれ、ぐにゃぐにゃ。なんこのゴム。ちぎれるで。じゃあもうね、リールも外していこう。で、ゴムもね、外していきます。これ使い出して半年経ってるんで、もう結構ね、ゴムがダメになっちゃってるんですよね。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じで銃の本体部分だけになりました。いやー、マジ悔しい。これ今日は悔しいしか言わないと思う。本当に悔しい。で、これをね、今から磨いていきます。この木はですね、チーク素材って言って、やっぱりね、海水だと木ってすごい傷むんで、定期的にね、チークオイルっていう、木を保護するね、オイルを塗ったりして、メンテナンスしなきゃいけなかったんですけど、めんどくさくてね、あんまやってなかったんで、ガッサガサですからね。これピッカピカにします。とりあえずね、これ傷がすごいんで、傷を慣らしていきます。よし、いいかな。拭いていこう。おー、だいぶ綺麗になったね。磨いた甲斐があった。ちなみにこれ磨いても精度は上がりません。綺麗になるだけです。ただ、物持ちが良くなりますね。やっぱり道具を大事に扱うことで、水中銃もやっぱ大事に扱ってもらったし、磯マグロ取らせたろうって思うはずないよ。だから俺は綺麗にする。ちゃんとやっていこう。本当はね、ハケとかで塗るんですけど、ハケがないんでね、キッチンペーパーで塗ります。キッチンペーパーがなかったら素手で塗ったらいいと思う。うわー、めっちゃ綺麗になって気持ちがいいですね。ピッカピカやん。オッケー。はい、それではですね、ちょっと今ネチャネチャなんで触れないんでこうやって持ってるんですけども、これね、一旦1日乾かしていきます。1日乾かして、でそこから全ての部品をね入れ替えましょう。絶対スマグつく。1日待っていきましょう。はい、それではですね、1日経ちました。だいぶね、本体綺麗になったね。で、こっからは、漁獲に関係のあることをね、やっていこうと思います。とりあえずね、リールを巻き直していきます。でかい魚とか取るとね、このリールで釣っていくんですけど、これがね、ぐちゃぐちゃすぎるんよ。多分これだと、磯マグロが走っていって、途中で絡んでね、止まって大変なことになると思うんで、巻き直します。やっぱ止まるね。よーし、終わりました。これで磯マグロついても力がちゃんと逃げていくはず。これでね、いけるはず。はい、それではね、新しいゴムを入れていきます。前までね、2本で引いてたんですけど、今回は3本入れます。うわ、新品。もともと3本も入れる設計じゃないんで、無理やりぶち込んでいきます。ちなみに銃へのダメージも深刻なんで、磯マグロを継ぐためだけの限定のパワーアップです。よし、入った。よーし、あとちょっとやな。ちなみにこれラインが蛍光の緑になってるのは海の中で見やすいからですね。い
やー、やっと終わるわ。さて、準備は万端や。行くぞ。よいしょ。マジで取りたいんで、もう氷は入れときます。いやー、取りたいね。取れるまで行くから。取れるまで何度でも行くから。会えば取れる。銃は整備したから。あとは会うだけ。絶対取ろう。いやー、悔しいね。また明日行きましょう。それから何日も潜り続けました。そしてついにその時が来ました。海底にはイソマグロの群れ、高鳴る鼓動を抑え、一気に潜水していきます。ようやく海底に到着。マサルの視点で見ていきましょう。3泊4日サバイバル中に取れなかった悔しさ、これから格闘するイソマグロの荒々しさ、取れるかどうかの不安、いろんな思いをかみしめて、この一発にかけます。ヒット。ついにやりました。脳天に直撃、キルショットです。思わずグッドサインが出ました。長かったイソマグロとの格闘もようやく終了です。まだ少し尻尾を動かしていますね。いやー、にしてもこの魚体かっこよすぎる。完璧や、完璧や。よっしゃ早速脳天締めと血抜きをしていきます。さすがはイソマグロ、溢れ出る血が他の魚とは比になりません。最高の状態で食べたいので完璧に血抜きをしていきます。いやー、よかった。これで俺の夢がまた一つ叶いました。よし、ついに来た。イソマグロでかいぞ。帰ろう。帰ってマグロのカツ作ろう。よし、オッケー。はい、ということでですね、戻ってきました。ついに取れましたね。もう長かった。ドン。はい、イソマグロですね。で、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、ちょっと複雑なんだよね。重さがですね、5.5 キロだったんですよ。まあ、でかいのは50キロとかいくようなね、そんな魚なんでね、ちょっとちっちゃいかなと思ってはいるんですけども、とりあえず、今回ね、食べてみようと思います。初めて食べます。めちゃくちゃ楽しみですね。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらがイソマグロになります。結構見た目もマグロっぽくて、マグロっていう名前もついてるんですけども、マグロとは意外と種類がね、遠い魚になってます。で、この魚の特徴は、この歯ですよね。これがね、もうちょっと男心をくすぐりますよね。見るからに肉食魚の鋭利な歯ですよ。これは獲物を噛み砕くとかいう目的ではなく、口の中に入った獲物が外に出ていかない使いみたいなね、役割なんでしょうね。で、この魚の特徴その2なんですけども、魚の真ん中ぐらいにですね、だいたいこういう側線っていうものが入ってるんですけども、この魚はですね、側線がすっごいうねうねしてるんですよ。まあみんなこれに対してうわっとか思わないと思うけど、これはね、すごく珍しいんですよ。で、側線が変な形してる魚は大体変な味がします。で、これ体の横もめちゃくちゃ分厚いよね。すごい平らなんですよ、これ。ボラみたいだよね。そしてこのシルエット、ここがかっこいいんですよ。これ。かっこいい。
かっこいい。はい、ということで、大イケメン魚、磯マグロの紹介が終わったところでですね、さばいていきましょうか。楽しみですね。はい、それではまずは鱗落としからなんですけども、この魚ね、鱗が退化しててないんで、いきなりね、お腹回復からやっていきましょう。さて、お腹開いていきましょう。これパンパンなんだよ。ちょっともうお腹も可愛いな、こいつ。多分卵入ってます。食べちゃいたいですね。食べるんですけどもね。はい、お腹開いていきましょう。卵を傷つけないようにしましょう。多分卵。夏なんで結構、しかもあったかいんで、卵だと思うんですよ。内臓脂肪はないと思う。結構意外とお腹、身が厚いんですね。おっと。卵じゃないのかな。胃袋めちゃくちゃなんか入ってるわ。いい内容物だわ。うわ、これは胃袋でした。珍しいな、胃袋でこんなにパンパンなことって。これは、なんだこれ、でかっでかっこれはね、おそらく台湾カマスですね。いや、違うか。室味とかなのかな。これはでかすぎない？魚体に対してこれですからね。これだけで 100g ぐらいありそうです。本当はこの磯マグロ 5.5 キロじゃなくて 5.4 キロだったんですね。さて、次見てみましょう。さすがにもう入ってないか。あと空気ですね、これは。ほら、しぼみました。この魚、胃袋しかないんだけど。これ胃袋です。すごいな。初めて見ました、こんな魚。ほら、胃袋と対空の内壁がくっついてるんですよ。でかすぎて。全身が胃袋になってる。これ何や？白子や。白子じゃないですか。白子も美味しそうですね。もう少し大きくなった方が美味しそうですけども、これでも美味しそうですね。でも今日は新鮮だからあんまり臭みがないですね。胃袋と白子に押されて他の臓器がめちゃくちゃ圧縮されてますね。ほとんどないです。すごいな。それではですね、ここ、血合に傷を入れまして、ついでにエラも取っちゃいましょうか。この膜を切って、はい、エラが取れました。もうね、相当血抜きしたんで、エラがね、ピンクっぽくなってますね。はい、それでは、洗い流していきましょう。手で取れそうだけど取れない。はい、それでは、綺麗にしました。頭を落としていきましょう。うわー、楽しみだな、なんか。マグロみたいにはね、ここ硬くなってないんですよね。そのまま包丁入りそうです。寄生虫が入っている。これ見てください。この断面の茶色い物体ですね。この茶色い物体。そして薄く見えるこの黒い物体たち。これはですね、ディディモゾイドっていう寄生虫ですね。めちゃくちゃ虫入ってるぞ、こいつ。マジか。寄生虫入ってるか。反対側、包丁入れていきましょう。いや、ちょっとショックだな。しかも、かなり寄生虫入ってるぞ。少しじゃないんだよな。では、ここ関節、包丁入れていきましょう。ここが関節ですね。よし。これディディモゾイドか？ディディモゾイドじゃない気がするぞ。これなんだこの寄生虫。初めて見たぞ。ディディモゾイド潰れた。気持ち悪い。見てこれ。ほら。なんかもう黒いのが出てくる。ショックだぞ、俺は。はい、じゃあ三枚おろしにしていきましょう。ショックだな。マグロみたいにこことか硬くないんで、そのままいけます。ちょっとテンション下がりましたが、やっていきます。この魚はですね、骨がすごく柔らかいんで、結構やりづらいですね。身もね、結構水っぽいです。こっちには寄生虫入ってないでほしいな。ディディモノイドとかはね、結構尻尾の方に入ってることが多いようなイメージがあるんですけど、いやー、キルショットだから完璧な処理で食べれると思ってたんで、かなりちょっとテンションも上がってたんですけどね。ちょっと残念な感じがありますね。よし。あんまり入ってないぞ。どうやら身の方入ってなさそう。よかった。でも身がね、すごくブヨブヨです。さて、反対側も行くんですけど、結構身がね、本当にブヨブヨなんで、このまま行った方が良さそうですね。あんまり俺はこのやり方しないんですけど、この手の魚はこのまま行った方がいいですね。こっちの方が綺麗におろせるんですよね、マグロ系は。反対側。
反対側もこれ下から入れていきます。マグロほど背中硬くないとは言っても、普通の魚よりは硬いですね。マグロはちょっと包丁を通すのすら難しいんですけど、これは通りはするって感じですね。磯マグロは。あ、ミスった。だいぶミスってるぞ。よし。なんとかできました。はい、それではおろし終わりました。なんかもう他のマグロと比べるとあれですけど、少し脂が乗って白くなってますね。で、なんですかね、これマグロっていうよりは、身質的には結構ね、水っぽくて、サバっぽい感じがしますね。はい、ということでおろし終わったんですけども、ちょっとね、このタイプの身はね、あんまり見たことないですね。かなり水っぽそうな感じで、どうやって料理したらいいんだろうね。考えられるのは、この水っぽいまんまで、ふわっふわで美味しい。だったらそのままやってもいいと思うんですけど、逆に、この水っぽさが美味しくないのであれば、ちょっと水を抜くような料理、干物だったりとか、そういうものにした方がいいのかなと思うんですけども、まあ今日はですね、僕の大好きなカツと、そして素材本来を味わうという意味で、お刺身をね、食べていこうかなと思います。ということでね、やっていきましょうか。はい、それでは腹骨をすいていきましょう。あ、骨柔らか。これ切りづらいな。包丁に身が吸い付いてくるんですよ。なんだこれ。すっごく切りづらい。でもめちゃくちゃ身は綺麗だな。さて、血合い骨を落としていきましょうね。めちゃくちゃ切りづらい。何なんだこれは。こんなに包丁に身が吸い付いてくる魚は初めてです。そして見てください。ここにも寄生虫がたくさんいますね。気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。この黄色いの寄生虫ですよ。でもね、寄生虫って焼けば食えるんで、もうここにね、気持ち程度の脂が乗ってる部位があるんで、ここ切り取っときましょう。別に、このままだと皮引くの難しいかなって思ってるからやってるわけじゃなくて、ちょっと部位を分けたいだけだから。そのぐらい俺皮引くの自信があるんで、完璧な皮引きをお見せしましょう。本当に綺麗に剥けた。全然余裕ですね。余裕だわ。そしてちょっと、見てください。皮目。脂乗ってますよ、これ。もう食べよう。マサラ待ちきれなくなったんで食べます。ここに寄生虫ついてるんで外します。寄生虫焼かずに食べるのはちょっと問題なんでね。うわ、これは、見てください。醤油に油が浮いてますよ。ちょっと申し訳ない。待てないわ。わさびつけすぎてわからんかった。うまいです。はい。なんだろうな。やっぱり、取れて、今、7、8時間ぐらいなんですけど、超取れたてなんで、身がね、ブリッブリ。で、やっぱり旨味成分っていうのはやっぱ熟成しないと出てこないんで、油の旨味成分しかないんですけども、臭みとかもないし、うまいわ。何に似てるんだろうな。ちょっとあんまりね、取れたての魚を食べることがないんで、何に似てるのかわかんないんだけど、普通に。うまい。水っぽくもない。めちゃめちゃ美味しいです。さて、少しだけね、つまんでしまいましたが、続けていきましょう。こちらもね、皮引いていきます。ちょっとね、身がすごくね、包丁にくっついてくるんで、基本的にさばきづらいですね、この魚は。結構上に行った気がする。でも、まあ、いいでしょう。寄生虫がいるところがところどころ皮引きづらいんですね。で、皮目に寄生虫がいるんだね。意外と身には入ってないんだ。これね、皮引くの超難しいかも。皮目は取れないわ。難しい。全然難しいですね。うわ、これフライし放題じゃん。最高。はい、それではね、カツ用に切っていきましょう。
いやー、楽しみだな。ちなみになんかこの実、ブリブリすぎて、ゼリーみたいですね。こんにゃく畑みたい。はい、それでは切り終わりました。で、半身なんですけど、ちょっとね、これ水っぽい魚なんで、ピチッとシートに巻いとこうかなと思います。もう今回の動画ではね、出ませんけど、一応ピチッとシートでね、巻いときます。なんかマグロっていう割には全然身が赤くないんですね。マグロの赤い成分はですね、ミオグロビンっていう成分なんですけども、ミオグロビンがこの魚少ないんでしょうね。はい、それではピチッとシートで包んでいきましょう。わあ、これも楽しみだな。なんか面白そうだったら動画にしますね。多分動画しないですけども、これもう俺のね、単純な趣味の領域ですからね。うわー、これいいぞ。絶対美味しくなる。はい、それではカツに戻りましょう。塩と胡椒で下味をつけていきます。で、塩。で、塩を振ったら、浸透圧の関係で水がね、表面に出てくるんで、それを拭き取ってからカツにしていきます。いや、だいぶ水出てきましたね。よーし、じゃあ水を拭きますか。こういうね、一手間が大事ですから。まあ、そこまで言うんだったら、裏表やった方がいいんじゃないかと、視聴者の皆さん思ってると思いますが、そこは、妥協なんです。妥協します。今日は海潜って疲れてるんで、僕は。まあ、いつもの話ではあるんですけども、早く食べたいんですね。はい、それではフライを作っていきましょう。用意するのは小麦粉、卵、パン粉です。卵を割っていきましょう。割れた。割れた。そしてパン粉です。そして小麦粉。じゃあですね、多少卵を混ぜくりまして、もう早く作りたい。早く食べたいんだ。混ぜくりまして、小麦粉をつけて、卵をつけて、パン粉をつけると。これで、あと揚げるだけです。これを一旦5個作りましょう。早く食べたいんで、後で揚げよう。もうね、僕は待てないんですよ。早く作りましょう。でも一気に全部調理してると、食べるのがね、やっぱ遅くなっちゃうんですよ。そんなに待てない、今回は。なんせ、念願の磯マグロなんだから。セット。じゃあね、油を入れていきましょう。いいでしょう。よし、油が温まりました。ようやく食べれます。おー、いいね。完成した。完成した。できたぞー。白子も茹でときましょう。はい、それではラストです。刺身を切っていきます。これがね、磯マグロの刺身。で、これはね、比較のために、キハダマグロをね、買ってたんですよ。これキハダマグロです。で、食べ比べをしようかなと思ってたんですけども、磯マグロすごい硬いんで、もっとちっちゃく切っていきますね。キハダマグロはもうこんな感じで切っていきましょう。今日は早く食べたいんで、盛り付けは、しません。もうこんな感じで適当に置く。で、磯マグロね、あと1日ぐらい経てば、このぐらいの切り身でもね、おそらく食べれるんですけども、もう身がブリブリで硬すぎるんで、細く切っていきます。やっぱなんか新鮮すぎるとちょっと、あんまりかもな。まだ食べてないんでわかんないですけどね、この辺の身は。もうこれも適当に盛ります。よーし、完成だー。はい、それでは完成しました。念願の磯マグロです。いただきます。まずはね、刺身からいきましょう。ちょっとね、多めに取りまして、醤油をつけます。ブリッブリやな。なんか全然赤身魚っぽくないですね。普通にうまいっす。これはね、なんか鮮度のいい魚が好きな人はめちゃくちゃ好きな味だと思います。これを熟成させた時にどうなるのかっていうのがまた一つ気になりますね。臭みとかはね、一切なく、で、筋っぽくもなくてね、食感も良くて、すごくいいですね。美味しいです。で、ちょっとね、キハダマグロも食べてみましょう。キハダマグロです。いただきます。うまいな、これ。
全く別物ですね。磯マグロは、マグロみたいな、なんていうんですかね。ちょっと鉄っぽい味みたいなのなくて、もう本当に、なんだろう。あれこれ白身魚なんじゃないのかみたいな、まあそんな感じの味わいなんですけども、キハダマグロはね、やっぱマグロなんでね、ちょっと鉄っぽい味がしますね。全然違う。食感も全然違うわ。もうやっぱこっちも美味しいわ。こっちはこっちでね。ということでですね、ポン酢も食べてみましょう。ポン酢じゃない。白子も食べてみましょう。ポン酢をかけます。さてさて、美味しいのではないでしょうか。いただきます。めちゃくちゃ美味しいぞ、これ。なんかね、結構しっかりした食感の白子なのかなと思ったんですけど、すっごいね、トロットロ。で、やっぱ鮮度が抜群にいいんで、臭みもない。で、味もすっごく濃厚。普通にうまいわ、これ。びっくりした。ということでですね、僕の大好きなカツをいってみましょうか。ソースでいきます。では、いただきます。いただきます。なるほど。よくね、ブダイとかのフライばっかりしてたんですけど、全くの別、シロアリが来たな。全く別の味ですね。旨味がすごいわ。ちょっとね、パサついてる感はありますね。すごく美味しいです、これ。これめちゃくちゃ美味しいぞ。全然美味しい。刺身はですね、すごい上品で、なんかちょっと白身魚っぽいなって感じの味だったんですけど、カツは全然回遊魚のしっかりした味で、ちょっとパサついてるかなって感じはあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。いやー、よかった。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、美味しかったですね。なんか磯マグロって結構美味しくないっていうね、意見が多いんですけども、全然美味しいですね。なんかマグロだと思って食べたら全く別物。そこは、そうなんですけど、これはこれとしてね、なんだろう、白身と赤身の間って感じなのかな。全然うまいです。ということでですね、磯マグロチャレンジ、これにて終了となります。とは言ってもね、やっぱり、今回ね、5.5 キロということで、10キロオーバー、20キロオーバーをね、取るっていうね、夢はね、あるんで、またいつの日か皆さんに見せられたらなと思っております。これからもですね、磯マグロの挑戦はですね、強化に続けていこうかなと思っております。ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、